こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はスクラッチ応用講座、抹消試験1改訂版をお送りします。今回の動画の内容は、抹消課題について、抹消検査課題の作成。内容は、抹消検査の作成イメージ。同じ図形スプライトを多数表示するには、クローンの表示位置、画面のクローン数を格納する変数の設定、クローンがクリックされた時のコードを追加、コードのまとめ、以上となります。この検査の対象となるのは反則空間無視と言われる症状です。これは脳血管障害の後遺症として見られる症状で、損傷した大脳半球の反対側の刺激に気づきにくくなったり、無視したりすることがあり、これを反則空間無視と言います。日常生活の中では、体が観測に傾く、眼球が検測に向いている、観測の食事を残すなどが観察されます。こうした患者さんに行われる検査の一つが抹消検査です。今回は抹消検査をプログラムで作成したいと思います。抹消検査は線分やマークなどが印刷された用紙を示して印をつけさせる課題です。抹消された線分やマークの数を後で数えて見落とし数左右差などを比較します。これにはアルバートテストと言われる線が多数描かれた用紙を示し、この線をチェックしていくものと、ウェイントラウブテストと言われる検査でマークがたくさん描かれた用紙の中より例えば丸だけを選ばせるような検査があります。今回作成するのはウェイントラウブテストと類似したテストとなります。それではこれから作っていく抹消検査課題のですね、イメージを見ていきましょう。まずスタートするとこういう風な形でランダムにですね、図形が表示されていきます。で、図形の種類は、3種類ですね。で、この3種類の中から例えば、バナナをチェックしてくださいという風な指示を与えてスタートします。そしてこういう形でですね、バナナをこう表示をクリックしていくわけですね。で、もうこれで、もうバナナが、被験者にとってわからなくなってしまったというところを見計らってスペースを押すようにします。そうするとですね、右画面よりの、オレンジの、個数、左画面のオレンジの個数っていうのがここで表示されます。で、バナナを見ていくと、左はまだ3個残っておって、右は9個残っているというような表示が出るような形でですね、基本的にはこういうような形で画面を作っていくということでですね、プログラムを考えてみましょう。こちらの画面はリンゴバナナオレンジが多数表示された画面です。この元となるスプライトはリンゴオレンジバナナのスプライトが一つずつなのですが、これがコピーされて多数画面に表示されているものです。このコピーされたものはクローンと言われる特殊な表示形態です。次のスライドよりこのクローンについて解説していきます。クローンは一般的に同一の起源を持ち、なおかつ均一な遺伝情報を持つ核酸、細胞、個体の集団と言われますが、スクラッチではスプライトのコピーと考えてください。この時コピーされるものはスプライトのコスチュームだけでなく、コピー元のコード、音などの属性がコピーされます。それでは、クローンを用いたですね、プログラム例を見ていきましょう。この今猫にですね、クリックするとこういうふうにですね、回転してニャンというふうに鳴く、そういうようなプログラムをしたこの猫がいます。これの複製をですね、クローンを作ってみましょう。で、実行するとこういうふうに、
いくつも猫が現れました。この仕組みについてですね、次のスライドの方で説明していきましょう。こちらがクローンを作るコードになります。ここですね、10回のループがありますけども、これは猫のスプライト、これ自分自身をコピーを作るという命令ですね。10回作るということになります。で、こちらはクローンされた時ってありますけども、ここで作った時、こちらのイベントが発生します。1秒でどこかに行くっていうことですね。ステージ内のどこかに移動するっていう。そして、表示するっていうようなプログラムになっています。これを実行すると、このような形でクローンされて、どこかに移動しましたね。こういう形で、ストップボタンを押すと、クローンは消えてですね、オリジナルだけが残ります。クローンされたコピー元の属性は継承されます。すなわち、元のですね、コピー元に書かれたプログラムなんかの特性も、継承されてクローンにも適用できるということになります。例えばこういうふうに、クローンされたものですね。それをクリックすると、クリックされた時の、コードっていうのもクローン上で実行されるということになってきます。それでは抹消検査プログラムの概要について説明します。最初にスタートすると、バナナ、オレンジ、リンゴのオリジナルをまず非表示とします。そしてクローンを作り左右に配置します。次に変数を初期化して変数表示を隠します。そして測定モードに入ります。次にスペースキーが押されるまで測定を続け、押されたら結果を表示します。以上がプログラムの概要となります。今回のプログラムでは、左右比較のみを行うプログラムとしたいと思います。そこでクローンを表示する領域をこのスライドのように設定します。左側は X 座標を-200から-10の範囲に、右側は+10から+20の範囲に表示します。Y 軸は左右とも-150から+150の範囲で表示するものとします。これらはスプライトの中心座標の位置を示しています。表示するスプライトのコスチュームはコピーして2番目のコスチュームを作ります。オリジナルのコスチューム、こちらは左側に表示させるものとします。コピーしたスプライトのコスチューム番号2のものは右側に表示するものとします。それではコードを作っていきましょう。最初にこの猫のキャラクターいらないんで、猫は削除しましょう。そしてリンゴとバナナとオレンジを追加します。こちらの方ですね。でリンゴ、そして、バナナでオレンジですね。オレンジは食べ物の中からこちらですね。はい。そしたら、作成されたら右に表示するものと左に表示するもので2ついりますので、まずリンゴからコスチュームをこちらの方ですね、複製していきます。こちらの方を複製して、今リンゴのアップルが2になってますよね。でこっちの方がアップルになってるんで、ここを1に設定します。で同じような形で、バナナの方ですね。バナナの方も複製してやって、そしてバナナにこっちがバナナが1にします。
で、オレンジの方ですね。オレンジの方も複製してやります。そして、これが2、こちらの方を1。1の方が左、2の方が右の方に表示させるという形で、プログラムを書いていきます。追加するスプライトはアップル、バナナ、オレンジの3種類となります。これらを追加して、先ほどのようにコスチュームを複製し、右用左用を作成してください。それでは次に、このスプライトが押された時の処理を書いていきます。まずリンゴから書きます。それで、イベントのところで、このスプライトが押された時、こちらの方ですね。これに、押された時、音を鳴らすようにします。こちらですね。そして、隠す。見た目のところで隠すっていうのがありますので、こういう形でいきます。で、ここがリンゴが押されると、こんな形でですね、消えました。で、また表示させるには、こう押しておきます。で、同じような形でやるんですけども、この場合はコードが似てますので、これをコピーします。バックパックっていうのがありますので、こちらの方にこういう形でコピーすると、ここにコピーされます。そしてバナナの方に持ってきて、これをこちらに持っていきます。そして、で、音が違うんで、ここですね。こういう形でいきます。バナナをやります。こんな形ですね。そしたら、オレンジの方も同じようにします。ポップ音が鳴るようにしました。で、こちらの方でオレンジ。こんな形ですね。はい、じゃあ、ここまでいきます。こちらがスプライトに書くコードになります。この例では、Apple の例を示しています。このスプライトが押されたとき、音を鳴らし、スプライトを隠す処理を行います。それでは、オリジナルスプライトを消すコードを書いていきます。ステージのところに書いていきましょう。まず、このプログラムが始まったときですね、これを、グリーンフラグが押されたときの処理を書いていきます。ここでメッセージを送ります。で、メッセージを送る。で、この時ですね、リンゴを隠すとかそういうようなメッセージを送ります。ここで新しいメッセージで、リンゴを隠す。で、同じような形で複製して、新しいメッセージをこうやって作っていきます。バナナを隠す。で、あとはオレンジですね。オレンジを隠す。で、こういう風な形で書いていきますけども、この部分が一番長くなりやすいので、一つに関数
ブロックでまとめましょうか。そしたら、ちょっと大きくします。ここでブロックを定義します。ここで、オリジナルを隠すにしましょう。で、これで OK ですね。で、こちらの方に、ここの部分を一つにまとめましょう。そしてこちらの方は呼び出しはこういう形にします。そしてこれを受け取ったら隠すようにすればいいので、リンゴのところですね。ならメッセージを受け取る。どういうことは、イベントで何々を受け取った時ということですね。これでリンゴを隠すを受け取ると、隠すように、見た目を隠すようにすればいいんで、こういう形ですね。で、あとも同じような形にしますので、これもコピーをしておきます。そしたらここにコピーされましたので、バナナの方に持っていって、ここに持ってきて、ここをバナナに変えます。同じような形で、ここに持ってきて、オレンジですから、ここをオレンジを隠すという形になってきます。そしたら、大きく表示して、これを全部表示させますね。オレンジも表示させて、で、グリーンフラッグが押されると、こういう形で消えます。こちらがオリジナルスプライトを消す処理を示しています。グリーンフラッグが押されると、オリジナルを消すブロックを実行します。このオリジナルを消すブロックは、次のように定義します。この中では、リンゴを消すを送る、バナナを消すを送る、オレンジを消すを送るを配置します。各メッセージは新たに作成します。このメッセージを受けた各スプライトでは、スプライトを隠すを行います。それではクローンを作るプログラムを書いていきます。クローンが生成された時の動作を先に書いていきましょう。まずリンゴの方ですね。で、ここで制御ブロックの中にクローンされた時というのがありますので、この下に書いていきましょう。で、この時ですね、右左の、どちらに、表示するかという変数を作っておきます。これがこちらの方ですね。左右というものですね。そしてもう一つ表示回数というのも作っておいてください。で、最初に、左の時ですね、この左右に1を入れて、設定されていますので、それで判断して右左を表示、し分けます。で、こちらの方で、もし何ならばというのは、ここで作っておいて、こちらの方ですね。ここに、条件判断を入れます。で、先ほど最初に作っておいた左右っていうのもですね、これが1の場合、これが左になります。で、ここで、まずコスチュームが左用のが1でしたよね。だからコスチュームの見た目のところでコスチュームを
アップル1にします。そして表示領域を決めます。この時が動きのところで、左 X 座標 Y 座標をここに入れておいて、ここでランダムに表示します。そして左領域、この領域ですね、この領域に表示します。そこで乱数を使ってここがマイナス200にしておいて、200からマイナス10の領域に発生させるようにします。そしてこちらですね、Y 座標の方は上から下までどこでもいいですので、ここでマイナス150からプラス150の間という形で、入れておきます。そして、1でないならば2が入ってきます。ここで右用の座標を入れていきます。ここでコピーしておいて、こちらに持っていきます。そしてこれをアップルの2にします。そしてこちらの方ですね、プラス10から200の間という形で入れていきます。そしたらあとはここを表示にします。見た目を表示するというような形で、こちらの方ですね、クローンされた時の処理ができましたので、あとバナナとオレンジにも入れていきます。これをこちらの方にコピーします。ここにコピーされましたので、バナナの方に持っていって、これをこちらに持っていきます。そしたらここがバナナにするように、ここバナナ1、こっちがバナナ2にします。で、オレンジの方も同じような形で持ってきます。オレンジ、これもオレンジ1、こっちがオレンジ2ですね。で、こちらの方でスプライトの方は準備ができたので、あとはクローンを作る方はステージの、ところに変えていきます。それで、これですね、表示回数っていうのがまだ変数ができてなかったと思いますので、こっちの表示回数の変数を作ってください。変数のところですね。表示回数を作ってください。そしたら表示回数をここで10に設定します。右10個、左10個表示するというような形にしたいと思います。そしたら次にクローンを作る、同じようなブロックをここに、作っていきます。ここでブロックを、作ります。で、ここでクローンを作るにします。そしてこの時因数を追加しておきます。まず表示回数を入れる因数、ここで、回数にしましょうか。そしてもう一つを左右にしましょう。右左。
してこれで作成 OK。で、ここでこちらの方ですね。で、ここに回数を入れます。変数で表示回数を入れてやります。そしてこっちが、まず左に表示して、そして次にこれをコピーしてやって、右に表示するっていう風にしたいと思います。そしたらこれはこちらを呼び込んで、ここに実際にクローンを表示する、作る処理を書いていきます。そしたらここですね、左右こちらの方に1か2が来ますので、ここをこういう形で左右これに受け取ります。そして、次にここに10回ほどループを回します。ここですね。この回数分だけ回すっていう風にします。そしてクローンを作る処理をここに書いていきます。で、制御の下の方ですね、クローンを作るというのがありますので、これを、コピーして貼り付け、コピーして貼り付け、1個多いですね。1個多いんで、ここで、アップル、こっちはバナナ、そしてオレンジというような形に、なってきます。そうすると、ここで、こういう形でですね、右左10個ずつ表示っていうことになってきます。こちらがクローンを作る時のコードになります。この例では Apple のコードを示しています。クローンされた時、変数、左右が1である。つまり左の場合、コスチュームを Apple 1にします。そして X 座標を -200 から -10 の範囲、Y 座標は -150 から +150 の範囲で乱数を発生し表示します。変数、左右が1でない場合、つまり2の場合は右に表示します。この時はコスチュームを Apple 2にして、X 座標の表示域を+10から+200の範囲で表示します。Y 座標は左の場合と変わりません。このコードをバナナ、オレンジについても同様に書いていきます。こちらがステージに書くコードとなります。グリーンフラッグが押された時の下に変数、表示回数を10として左右の画面にクローンを10個表示するように設定します。そしてクローンを作るブロックを定義しておいて、クローンを作る表示回数1ブロック、クローンを作る表示回数2ブロックを実行します。これで左画面と右画面にクローンを作成します。定義クローンは引数に回数と左右を設定します。変数、左右に引数、左右を代入します。繰り返しループでは回数分だけループを繰り返します。そしてクローンが作成されます。それでは変数初期化のプログラムを書いていきましょう。これはステージの方に書いていきます。で、ここでここまで来たら次に変数初期化をやっていきます。初期化というのはですね、現在表示されている、左、右、の各スプライトの数をですね、変数に、入れてスタートするという意味になります。それから各10ということですね。じゃあまずはブロックを作っていきます。ここで、変数初期化っていうのを作ります。変数初期化。これで OK で作成できました。そしたらここで変数初期化をここに入れておきます。
そしてここで変数初期化するんですけども、まだ、変数ができてないんですね。オレンジが何個かとか、そういうものですね。そしたら作りましょう。ここで、変数にしてやって変数を作るということで、まずリンゴの左からいきましょう。リンゴ、左、そして次にリンゴ、右、そして、バナナ、左、バナナ、右、そしてオレンジ、左、オレンジ、右。はい。そしたらこれを、変数初期化のところで、設定していきます。ここで、例えばオレンジ右だったら、ここが最初表示されるのが、表示回数分だけですので、ここにこういう形で入れます。そうするとこれをコピーしてやって、ここで、オレンジ左ですね。じゃあ、後の部分も同じような形でやっていきます。こちらの方がバナナ左、バナナ右ですね。で、ここで複製してやって、こちらの方がリンゴ右左という形になりますね。そしてそれでいかがでしょうかね。そしたらここでこれを実行すると全部10に設定されていることがわかりますね。こちらが画面のクローン数を格納する変数の初期化プログラムになります。グリーンフラッグが押された時の最後に変数初期化ブロックを置きます。変数初期化ブロックの定義は、次のように左右のスプライト数を格納する変数に変数、表示回数の値を設定していきます。それでは変数を隠す処理を行っていきます。もう検査の時こういうような形で表示されていたら邪魔になりますよね。だからその隠す処理をやっていきます。それで、必要のないものは、左右っていうのは必要はないですよね。それから表示回数っていうのも必要はないので、ここで消しておきます。そしたらこれを隠す処理を書いていきます。同じような形で、ステージの方のコードとして書いていきます。で、ステージを押してやって、ちょっと広げましょうか。ここで、同じような形でブロックを作っていきます。変数を隠す。で、ブロックを変数を隠す。そして終了したときにまた変数を追加する、表示する必要がありますよね。だから表示の方も作っておきましょう。変数を表示。これで OK ですね。この2つを書いていきます。そし
したらここに、変数のところですね。変数のところをこう見ていくと表示と隠すがありますので、これを出しておきましょうか。変数表示ですね。変数を隠すっていうのがありますので、こちらの方からやっていきましょう。変数を隠す方ですね。こちらの方を複製してやって、オレンジ右、オレンジ左、そしてこっちが、バナナ右、バナナ左、そしてもう一つですね、複製してやって、リンゴ右左、という形ですね。これを実行すると全部ここ消えましたね。今度は反対にこちらの方で表示の方ですね。こちらの方も同じような形でオレンジ右左、そしてバナナ右、複製してバナナ左、そしてリンゴ、右、こちらが左、そしてこれ実行するとこういう形で、表示されますね。そしたらこれをコントロールするために、スペースキーを押した時の処理を書いていきます。スペースキーを押すたびに表示が切り替わるようにしていきます。ここで、スペースキーが押された時のイベントをここに持ってきます。そして、こちらの方に、表示モードが1か0かというようなメモリを作っておきます。ここで変数で、表示モードで、表示モードが0の場合は隠すようにすればいいですね。ここでイベントで制御の方ですね。これを持ってきて、こちらの方で変数で表示モードが0の場合、表示モードが0の時にスペースキーを押すと表示モードを1にするというふうにします。ここで表示モードを1に切り替えて変数を表示、ブロックで変数を表示、反対に表示モードが0の場合だったらここですね。もともと表示されている場合だったらここを0にしてここを、変数を隠すというような形にします。
そしたらこういう形で、スペースキーを押すたびにこれが表示非表示になるんですね。そしてあとはメインのルーチンですね。こちらの方を追加します。ここで初期化して、検査が始まると表示を隠さないといけないので、表示を隠すを入れます。そして、その後に今、表示モードを隠した状態なので、変数で表示モードをここで0にするっていうような形で書いてやります。そしてあとですね、表示モードのこの部分はいらないので、ここでチェックを外しておきます。そしてここを整えておきましょうか。左、右、バナナ、こういう形で右左で整列させておきましょう。はい、そしたら実行してみましょうか。こういう形でスペースキーを押すとここで表示されるというような形までは行きましたね。こちらが変数を隠す定義と変数を表示する定義になります。ステージのコードのグリーンフラッグが押された時の下に変数を隠すブロックと表示モードを例にするブロックを追加します。またスペースキーが押された時のブロックを追加し、右のように表示モードの0と1を切り替えるようにし、その中で変数、表示モードが0である場合は、表示モードを1とし、変数を表示ブロックを入れます。そうではない場合は、変数モードを0として、変数を隠すブロックを配置します。今、このスプライトをクリックしても、こちらの方ですね、初期値は変わりませんよね。こういうふうな形で表示が少なくなっているのに口が変わらないので、それを1回消えるたびに1個、引き算する、そういうプログラムを書いていきます。そしたら、まずですね、こちらの方を大きくします。で、こちらの例えば Apple の部分ですね、ここにこういうようなコードがありますよね。この部分を書いていきます。こちらの方を押されたら音を鳴らして、そして右が押されたのか左が押されたのかによって、こちらの方のですね、変数を選択するようにしていきます。そしたらこちらのここですね、ここに、右か左かを選ぶでいく処理ですね。そしてここですね。そしてここにどちらが選ばれたかということで、これを持ってきて、ここにコスチューム番号を入れます。で、見た目のところで、
参照。ここにコスチューム番号というのがありますね。これを使います。ここでコスチューム番号が、もしこの場合が1であった場合、1であった場合、左ですね。左なので、今、Apple の変数、これを左の方をマイナス1します。そして、そうでないとすると、こっちがコスチューム番号は2番のはずなので、これをコピーしてやって、こちらの方、右の方をマイナス1にするというような形で、作成していきます。で、これも同じような形で、他のスプライトに対してもやっていきましょう。じゃあ、こちらの方ですね。バナナの方。これを、この間に、制御ブロックを置いてやって、そしてここに、条件判断でこちらが1であって、ここでコスチューム番号を入れてやる。そして、ここが、バナナですね。バナナの変数。左をマイナス1で、これをコピーしてやって、バナナの左、右ですね。右をマイナス1。あとオレンジの方ですね。オレンジの方もで制御、そしてこちらが1で、こちらの方がコスチューム番号、そしてオレンジの変数、こちらが左ですね。こちらが左で、こちらが右。これで完成になっていきます。じゃあこれでやってみましょう。そしたら、ここで消えますね。で、ここで左が1個ずつ消えましたね。で、スペースで、これ消えてますよね。じゃあ今度は、右1で、これを表示すると、こういう形で消えてるのかわかりますね。こちらはクローンが押された時のコードを示します。ここでは Apple のコード例とします。このスプライトが押された時の音を鳴らした後の部分に赤枠で示すコードを追加します。もしブロックの条件式はコスチューム番号が1である場合、すなわち左側の場合は変数、リンゴ左をマイナス1ずつ変える、そうでない場合は、
リンゴ右を-1ずつ変えるのブロックを配置します。他のスプライトにおいても同様の変更を加えます。完成したコードをここに示します。こちらはステージのコードとなります。ステージのコードの変数初期化と変数を隠すコードとなります。こちらはスペースが押された時のコードを示しています。右側には変数を表示ブロック、変数を隠すブロックを示しています。こちらは Apple に記述するコードを示しています。バナナオレンジも同様に書かれています。今回は圧勝検査のプログラムの第1段階として、リンゴバナナオレンジの3種類のスプライトを画面にランダムに表示し、スプライトを押すと非表示となり表示数が減算されて、スペースで結果を表示されるところまで作成しました。次回のプログラム説明では、検査の説明及び検査時間も表示できるように改造する方法について説明したいと思います。ご視聴ありがとうございました。